Hey, what's up? Welcome to Black Lives Matter Tokyo Radio With Laya and Nayo Kenza. なんかこれ長くないの？そうだね。さて始まりましたブラックライブマター東京ラジオにようこそ。じゃあ MC とコホストのナヨケンザです。はい、私はラヤです。じゃあここでは僕たちは様々な視点からいろんなブラックコーチについてディスカッションしたいと思いますので、アメリカではやっぱり行った事故がもうそろそろ1年間経ちますよね。1年になりますね。日本でも人種差別反対運動やピースフルマーチが始まったのが6月なので、もうそろそろ1年になるのかな。で、ブラックライブマター東京としてもウェブセミナーシリーズを配信したりとか、ハーモニーウェーブレンスというところで音楽のライブ配信もしたし、あとこの黒人っていうこのアート雑誌の、オンラインで配信とかもしてるみたいです。はい。じゃあこの新しい企画のポッドキャストとしては、より多くの人と Black Lives Matter とかいろんなことを話したいと思いますので、ではちょっと僕たちの自己紹介した方がいいよね。先にちょっとねはいじゃあしましょうか。OK では私から始めたいと思います。シンガーソングライターのラヤです。東京出身で、日本人です。ですね、音楽のジャンルは多分ポップ R&B っていうのが分かりやすいかなと多分思うんだけど、ヒップホップもなんか入ってるし、やっぱり日本人だから J-POP の要素も入ってるし、なんかいろんなジャンルが混ざってるので聞いてもらえば分かると思います。聞いてください。OK、でもそんな中でもやっぱり私の音楽ってベースがね、なんかブラックミュージックになってると思うのね。なぜかというと、私の母がずっとちっちゃい頃からモータウンサウンドを聴かせてくれてたんだけど、おしゃれだよね。そうだから物心ついた時から私ずっと聞いてて、車の中とかで。なのでもう私の中で心地よい音っていうのがやっぱブラックミュージックになってるんだよね。でその後高校生になって近くの教会のチャーチのクワイアに入って、でそこでアトランタ出身のコーチに会いまして、でアトランタに行って行きました。行ってレコーディングのこととか音楽の作ることとか学んでここに帰ってきて今に至るっていう感じなんですけどはいなのでずっとねブラックカルチャーっていう点ではなんか、近くにあったのかなと思ってます。はいすごいな。なんか実はなんか僕のパパの方はジョージア出身なんですけど、だからアトランタどうだった？アトランタはねすごく楽しかったけど、なんかすごいなんか危ないから当てちゃダメってなんかアトランタが危ないっていうか、もう本当にねパパみたいなコーチだったので、私まだ20歳にもなってなかったので、なんかすごいね過保護にね大事にされて、でも雰囲気がすごい良かった。音楽も良かったし、なんかいっぱい吸収して帰ってきました。アトランタいいな本当に。じゃあなんか音楽聴きたいと思いますので。そうだねちょっと聴いていいですか？はい、じゃあぜひ聴いてください。じゃあ1曲だけ最新の私のシングルかな、Baby Come Back って曲なんですけど、ぜひどうぞ Baby Come Back 聴いてください。今どこにいるのね、早く答えてよ。見てみないふりするくらいなら Keep you far away そう思っていたのに、まだ君を近くに感じていたいの。 Tell me why 何気ない日常がこんなにも大切だったなんて思いもしなかった。この気持ち変えられない、耐えられないの。意味がない君がいないと、あの頃の二人はもうどこにもいないな。 Baby come back I need you I need you now Baby come back to me I need you I need you now Baby come back to me やっぱりいい曲ですね。いい曲でした。よかった。感じしました。どうでしたか？ありがとうございます。じゃあ次はナヤの自己紹介お願いしたいと思います。はい、じゃあ同じように僕もシンガーソングライターなんですけれど、そしてなんか見られた通りなんか黒人なんですけれどでもなんか僕はなんかやっぱりなんか
まあ、アメリカ出身なので、やっぱりなんかジョージアの下にある州、フロリダで操作されたので、でもちょっと意外と僕のここまでの正解はほとんどなんか白人ばかりだった。だからなんかもう教会でもなんか白人のみし、学校も白人のみし、近所も白人のみし、でも特になんか寂しいとかと感じてないんだけど、でもやっぱりなんか僕が初めての好きな音楽はちょっとなんかロック系とかそういう系なんですけど、だからまあ自分が音楽始めたらよくその味も出ますよ。ヒップホップとか好きになるのは14歳ぐらい、15歳ぐらい。でもなんか自分の親はなんかすごくなんかクリスチャン教のでなのにあんまり音楽聴いてない。なんか家でとか、なんか車にすればなんかトークビデオばっかりので、だから僕は自分の手でなんかブラックミュージックとか探して見つけた。But yeah, so 今の音楽はなんかヒップホップとかロックとかいろんなのが混ぜてますので、でもやっぱりなんかちょっとシャウト系が多いかもしれない。みんな意外とか言われるね。まあ言われますので、でもまあ考えるとなんかロックとかはなんか大昔の黒人のブルースとか、ロックもから聞きましたので、だからまあでも今でもちょっと意外かな。じゃあちょっとなんか僕もちょっとなんか聞かせていいですか？はい、もちろん。じゃあ。はい、じゃあなんかこれはなんか僕のが Heavy Love というの曲なんですけど。Heavy Love。Okay. Heavy Love. Alright. どうぞ。Never asked me if I wanted this. I regret the day I met you. Never asked me for my say in this. You know I wanna say no thank you. Never asked me if I wanted this. I regret the day I met you. Never asked me for my say in this. You know I wanna say no thank you. She said her love is a heavy one, but I feel trapped by her heavy love. Everywhere I see her face, hidden shadows corrupting my pace. She said her love is a heavy one, but I feel trapped by her heavy love. Everywhere I see her face, hidden shadows corrupting my pace. はい、じゃあ今までね私たちのことをちょっと知ってもらえたということで、じゃあ次はなよ、このポッドキャストでどんなことをこれからしていくか教えてもらえますか？まあやっぱりこのポッドキャストは、まあ、特に日本の Black Lives Matter についていろんなことを話したいと思いますので、例えばなんかまあできればみんなと一緒に考えたりとか、学んだりとか、まあそういう場所を作ってあげたいと思いますので、そうだねそういうところにできたらいいですね。もちろんねなんか人種差別の問題についてもなんだけど、私たちがやってる音楽とかファッションとかっていう観点からもね、いろんなトピックをハイライトしていけたらいいかなと思ってます。はい。そこの他にもなんかまあやっぱり日本に住んでいる黒人の感じていることとか、ブラックカルチャーのなんか世界中のなんかインフルエンスとかその影響についても話したいので、なんかやっぱりファッションとか音楽とかいろんなところにね、考え方とかもかもしれない、動き方かもしれない、なんかいろんなブラックカルチャーについて話していきたいと思う。はいはい、そうしましょう。なんかゲストとかもね、なんか呼べたらもっといろんな話ができるかなと思うので、ぜひいやぜひ呼んでやれたらいいかなと思います。それではちょっと考えるとやっぱり僕たちの名前ちょっと長いすぎじゃないの？そうだね。Black Lives Matter Tokyo Radio ってこうなんかバーって長いのでね、ちょっと長いよね。ねどうする？じゃあ新しく決める？いや決めないとね。ちゃんとしたのを決めようか。でもなんかどうやって決めた方がいいのかな？じゃあ聞いてもらってる皆さんに一緒に考えてもらうっていうのいいね。OK、そうしようか。いいね、他力本願じゃないですよこれは。OK、じゃあコメント欄にラジオの名前の候補なんかアイデアがあったらぜひ書いてください。あとなんか、どんな話が聞きたいよとかトピックとかあったらそれも書いてもらえれば全部読むのでぜひお願いします。はいはい。
じゃああとはなんかこんなもんじゃない？いや OK かな。でもなんかまあ SNS のリンクとかあ、そうだそうだそうだ。チェック忘れないでもらえないとね。インスタグラムと、インスタグラムとまあいろいろな情報のリンクのではなんか下におりますので、はい。だからまあここでこんな感じでいいかな。はいこんなはい。感じじゃあリンク貼っとくのでぜひちょっと待ってね。今プロデューサーになんかはい泣きました。コフィーというドネーションかなのサイトがあるということなので、それもぜひ。ぜひチェックしてください。どんな内容なのかは多分下に書いておくので、それ読んで飛んでもらえたらわかるかなと思います。ということで、そういうことだよね。エピソード1はあれ大丈夫かな大丈夫みたいです。エピソード1はここで終わりにしたいと思います。ではまたねバイバイ